みなたちこんにちは、あやめです。今週も1週間頑張っていきたいんですが、今日はというか、今日は病欠です。今回はね、メンタル的なあれではなくて、体調的なあれなんですよね。体調的なあれで休んでる時と、メンタル的なあれで休んでる時があるんで、もうね、1ヶ月に1回はね、病欠が発生するんですよね。どっちか、2026年どっちかは安定させていきたいなっていう思いがある。おはようございます。今日は仕事頑張ります。じゃあね。めっちゃ雪。今日は出かけるんです、実は。いやー、怖い。動いて電車、頼む。あと凍えないで、私。仕事終わったよー。ちょっとやんなきゃいけないことがあって、アメリカの会社に電話してたんですけど、もう全然英語わかんなくてさ、もう全然不甲斐なかったよ、私は。すごい嫌になっちゃった。自分のことが大嫌いになっちゃうかと思うぐらい、ちょっと格好悪くて嫌になっちゃった。で、すごいワンワン泣いてたんですけど、じゃあ日本に帰ろうかなって思ったことはあんまりないんですよね。それはなんでかっていうと、ひとえに、新卒の時の上司の人がすごいいい人で、その人に大変申し訳ないんですけれども、私イギリスに引っ越すことにしましてみたいなことを言ってね、その時にみんなはなんていうか、イギリス合わなかったらまたすぐ帰ってきてこの会社に戻っておいでよみたいな言ってくれてたんですけど、その上司の人は私が、冗談だったんですけど、辛かったらまた戻ってきます、あははみたいなことを言ったら、いや絶対戻ってこないでほしいって言ってくれて、この会社を捨ててまで行くんだからみたいな、この環境を捨ててまで行くんだから、もう絶対にイギリスで成功してほしいって言ってくれて、そんな何ヶ月かで戻ってこられても困るみたいなって言ってくれたのがすごい今でも残ってて、場をかけてくれてる感じがして、その人がこう信頼してくれてたところを、ある意味ちょっと裏切って出ていっちゃうところがあったから、その裏切りをしちゃったけど、その分私はでかくなって帰りますみたいな感じのところがあったからね、その人がすごい今でも誇りに思ってくれるような感じの人でいたいんで、だから英語がちょっとわからなかったぐらいではイギリスから帰って日本でこうぬくぬくと暮らすみたいなことはせず、そうですね、自分に厳しくいきたいと思っています。というわけで、何の話だったかというと、今日はこれから今日はこれから、外食に行きますというわけで、化粧していくというわけで、一旦ダン。わけで完成です。おはようございます。みんなは毎日夢見る派ですか、みんなたちは。私はね、結構毎日見るんだよね。今日の夢は近世ヨーロッパにいたね。殺人事件を解くアドベンチャーをやっていたね。結構壮大な夢だったな。夢見たなっていうのを覚えてて、夢の内容をこんなにはっきり覚えてるのは、3日に1回ぐらい。3日に1回も言い過ぎかな。でも3日に1回ぐらいは覚えてるはず。そこに行ってみようと思います。じゃあねー。仕事終わったよー。帰るよー。OK。ダン。カウントダウンライブやってからさ、橋本まさきさんの桜ガールに囚われてる。
もう今日からさ、なんかネットフリで配信も来たからさ、桜ガールのところ見てたんだけど、儚すぎるよね。ちょっと儚すぎるんだよね。ちょっとビビっちゃったね。もうまたちょっと巻き戻してみたりとかして、巻き戻してみて自分から見に行ってねってなってた。おはようございます。今週の平日最終日というわけで、はい仕事行きます。아니야. 경계선 가서 어떻게 해. 에?
ざいます。日曜日ウィーケンドシフト行ってみよう。なんか今日のウィーケンドシフトがあることをしばらく起床してからしばらく信じられなくて、二度寝をぶちかまして8時半まで寝ていましたね。まあそんな日もねあるよね。いや、行ってきます。じゃあバイバーイ。今日のシフトが終わりました。とてもいい平和なシフトでございました。イェイ。